どうも、ボタニカリスティックスです。今日はフィカス紹介やりますね。今日はカシワバゴムのフ入り品種。学名で言うとね、フィカスリラータイボンヌという品種をですね、紹介したいと思います。最初にちょっと見せます。これね、カシワバゴムのフ入りです。どうすか。で、これね、カシワバゴムのフ入り、これね、イボンヌって呼ぶんですけど、それまでね、ソルソパークでしかね、見たことなかったんですよ。実物を全然見たことがなくて、そのぐらいすごいレアな品種だったんですよね。で、これね、僕、いろいろと後で話すけど、買えるようになって、その憧れのね、植物が手に入って、その後もね、やっぱりお店とかで探すけど、このちっちゃいやつじゃなくて、やっぱね、大きいやつっていうのは、どこにでもあるものじゃなくてね、その後もね、八王子のね、グリーンギャラリーガーデンズ、そこにもありましたけど、そこと、あとソルソパーク。僕ね、実物でね、その大きいね、イボンヌ見たのはその2つだけ。いろんなとこ行ってきました動画とかよくやってますけど、結構いろんなとこ行ってますけど、全然ね、見ないです。そのぐらいレアなんですよ。で、そんなレアなカシワバゴムのフ入りを僕らのね、憧れですよ。憧れって言ったらね、なんかちょっとこんな話は雑談なんだけど、僕中学校の時にデニムジーパンとかにね、ちょっと凝ってた時期があるんですよ。こういう話するとね、僕の年代バレちゃうんだけど、リーの101カウボーイがかっこいいなとか、あとはなんだろうな、シュガーケーンのああいうのが欲しいなとか、なんかいろいろね、あったりとかして、エビスジーンズが欲しいなとか。で、そんな中で僕のね、一番の憧れが、リーバイスの第二次世界大戦モデルで、それ、やっぱ本物買おうとすると、僕もね、草薙なんとかじゃないんで、そんなお金持ちじゃないから、本物のね、ヴィンテージのデニムを買えるわけがなくて、第二次世界大戦モデルっていうぐらいだから、そのぐらいの時代のものなんだけどね。それがさ、やっぱ別注復刻版っていうので出てたわけ。それがね、当時ので2万円ぐらいなんだけど、それね、履いてたんですよ。それはさ、やっぱさ、憧れのデニムがさ、僕らみたいなところ、僕らが買えるぐらいまで降りてきて、それはさ、復刻版としてね、それで買えるようになったみたいな。なんかさ、こういうのってちょっとフィカスにもあるなと思って、このカシワバゴムのフ入りもさ、フィカス好きの中ではさ、やっぱ憧れの品種なわけよ。イボンヌって。そのさっき僕がソルソパークでしか見たことなかったって言ったけど、やっぱね、実物見てやっぱね、うわー、いいかっけーって思いましたよ。でもさ、やっぱ高いから、すごい希少だから高いから買えないし、そんな憧れの品種がちっちゃいけども、森岡園さんが作ったイボンヌなんだけど、それをビジネスチャンスと見て、多分大量にね、海外かなんかどっかからメリクロン苗が入ってきて、で大量に入れて、で出して、ってことをやってたんだと思うけど、そのおかげで、僕らはその憧れの品種を、育てることができるみたいな。これなんかちょっとジーパン思い出したんだよね。アスペラパーセリーもみんなの憧れだよね。あれは悪い例。あれは、それをビジネスチャンスと見た人が、アスペラパーセリーにちょっと似たやつをアスペラパーセリーつって大量に出して売ってるっていうの。で、これで僕らは憧れのあれが手に入ったって思わされてるけど、実は違うみたいな。あれちょっと悪い例だと思うんだけど、そういうのをちょっと感じましたね。で、そうだ、断っておかなきゃいけないんだけども、これね、森岡園さんのイボンヌなんですけど、ちょっとね、森岡園さんから買ったのが、鉢とね、土かな。ちょっとね、相性が、カシワバゴムとちょっと相性良くないのかな。このサイズのカシワバゴム、ちょっと水はけの関係であんま相性がいいと思えなかったんで、植え替えたりとかちょっとしちゃってますけどね。そう、これね、第何弾なのかな、ちょっと前のやつはね、失敗しちゃってるんですよね。ダメにしちゃって。でそこからちょっと考えて、植え替えて、ちょっと様子見てます。皆さんもしイボンヌね、うまくいかないっていう人がいたら、僕の言ってたのを思い出してくださいよ。ちょっと植え替えてみるといいかもしれない。最近でもあれですね、森岡園さんじゃない別な農園さんも出すようになってきてますね。あとこのなんかちょっとサイズ感的にね、これ本当にカシワバゴムのフ入りなのかなって、なんていうの、バンビーノってあるじゃないで、カシワバゴムのちっちゃいやつ。あれのフ入りなんじゃないのかなとかちょっと思っちゃったりするんだけど、どうやって成長していくのか、今後様子見て、これ本当に大きくなるのかなとかね、ちょっとね、様子見ていきたいと思いますよ。カシワバゴム周りのね、特許とかもね、調べてもね、なんかね、イボンヌってどうなのかなと思って結構調べたんだけど、商標とか特許とか。
やっぱね、なんかないんですよね。本当にイボンヌってただ愛称で呼ばれてるだけなのかもしれないんですよね。ちょっと調べが甘いのかな。なんかね、柏原ゴム周りの特許はね、バンビーノが、ある、米国特許あるけど、それ以外は特にないかなって感じですね。最初ね、そのイボンヌの存在を知った時はもう柏原ゴムの斑入りっていうのを見ただけで、そんな品種あんのかと思ってびっくりしたんだけど、衝撃的だったよね。で、そこからやっぱり憧れの、品種にトントントンと僕の中でね、なってったんだけど、でもさ、本当なんかさ、いろんな組み合わせ、いつも考えてないとさ、意外と出てこないよね。例えばさ、ウンベラータに斑入りがあるとかさ、考えたことある。アフリカンプリンスにチリフの品種があるかとか、なんかさ、そういうさ、なんか想像膨らませるとさ、いろんなのあるけどさ、なんか、そういう感じよね。柏葉ゴムの斑入りなんかあったりして、みたいな、なんかさ、考えてた、ビッグフットじゃないけどさ、なんか本当にいるのみたいな、本当にあるのそんなのみたいな。で、それがさ、あったーみたいな感じだったよね。あとはね、でも考えもしなかった品種としてはさ、この柏葉ゴムの寄付これもね、考えてなかったけど、でもね、インスタのね、フォロワーさんのね、いいね、寄付のね、なんか、柏葉ゴムの写真ね、見たんだよね。めっちゃ良かったよね、それも。そういうね、フィカスマニアの人たちの写真とかね、インスタとかで探すとめちゃくちゃ面白いですよ。こんなんあんのみたいな。みたいな。それこそさっきのね、ウンベラータの斑入りとかちょっと過去に見た気がするよ、なんか。すごいよね、本当に。そんな感じでフィカス紹介、今日はそんなところでおしまいにしようかな。なんか暑くてね、なんかムシムシするからもう終わりにしよう。今日はフィカスリラータの斑入りでした。はい。じゃあ今日はこんなところで。じゃあまた。